君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望、忘れない。こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビ、夏にこれやっちゃうと死んじゃうよ3選お話ししたいと思います。 YouTube ね、始めた頃はあれはやりたくないこれはやりたくない言ってたんですけど、今ではね、ディレクターに歌えと言われれば何でもはい、ボールパイソン可愛いでしょ。これから夏を迎えていくわけですけれども、僕はもうボールパイソンと共に過ごす夏はもう何度もね、君と夏の終わり、将来の夢、忘れない感じで過ごしていますけれども、春とか冬とかにボールパイソンをお迎えされて、今年これからが初めての夏なの、ボールパイソンと過ごす夏はこれが初めてなのという方に向けて、こういうところに気をつけてあげないと夏は夏でね、結構危なかったりするよ、事故が起きたりするよっていうお話をしたいと思います。なぜならばボールパイソンとか爬虫類って一般的には寒さに弱いって言われるんですけど、冬にね風邪ひいちゃわないように気をつけなきゃって言われたりするんですけど、実はボールパイソンというヘビは暑さの方が弱いんですね。ちょっとの時間、極度の低温にさらされても死んだりはしないんですけど、ちょっとの時間でも極度の高温にさらされたりするとですね、ボールパイソンはお星様になってしまうことがあるので、そうならないように今日皆さんにお話をしたいと思います。夏を迎える前に皆さんにしていただきたいこと、その1つ目はですね、エアコンの確認ですね。日本の夏はさ、最近はもうなんか暑いじゃない、40度超えたりしたりする日があったりとか、地域にもよると思いますけれども、僕東京に住んでいますけど、外気温でも40度ってあるかな。あとは室内だとね40度を優に超えたりします。学校に行ったりとか会社に行ったりとかする中で、エアコン基本的につけっぱなしで爬虫類を飼うと思うんですけど、それが落ちた、壊れたってなった時にすぐに対応しなきゃいけないんですけど、どうにもならないということのないように、エアコンってね季節の前にクリーニングしたり清掃したりすると思うんですけど、その時に不備がないか、故障がないか、調子が悪いところがないかってことを点検してあげると良いと思います。40度を超えて数時間経つとボールパイソンはもう危ないですね。エアコンが必ず壊れることのないように点検をしてあげると良いんじゃないかなと思います。なので夏に気をつけてほしいことはエアコンの点検、2番目はですね、インターネット回線の点検もしてほしいなと思います。なんでかっていうと、今うちもそうなんですけど、インターネット回線を利用したデバイスを使って温度湿度をリアルタイムで見れたりするわけですね。あるいはカメラでリアルタイムで見れたりするんですけど、例えばうちで言うと33度を超えるとアラートが飛んでくるわけですね。アプリに、スマホにピピッつって、今33度超えちゃったけど大丈夫そうって聞いてきてくれるわけです。あるいは28度を下回ってもピピッつって寒いよ、ボールパイソン風邪ひいちゃうよみたいなのが飛んできてくれるわけです。普段から使ってないっていう人はまた別の管理体制があると思うんですけど、結構ね今皆さんこのインターネットのデバイスを使って、スイッチボットですけど、こういうのを使って管理されている方が多いと思うので、これを過信しすぎていると、なんか何も別に飛んできてないから大丈夫と思っていたら、インターネット回線が落ちてて、あるいはなんかこの機械がダメになっていて、日中すごく暑くなっていたりするってことがある。なのでインターネット回線がですね、何か不調がないか、起きたり再起していないかということを点検してあげるといいかなと思います。これスイッチボットはですね、たまにこの運営元の会社のサーバーが落ちるんですね。厳密に言うと AWS っていうところのサーバーが落ちるんですけど、そうするとこれ効かなくなっちゃったりする。なのでそういうふうにネット回線とかサーバートラブルがあった時にすぐに気が付くことができるように、あるいは物理的なサーモスタットとかをかませるとかをしてトラブルに備えることができるといいんじゃないかなと思います。夏に向けて気をつけていただきたいこと3選、その3番目は餌やりの手順の見直しですね。多くの方がボールパイソンは冷凍ラットとか冷凍マウスで飼育されていることが多いと思うんです。ご飯は冷凍されたネズミをお湯で解凍してそれをあげると。稀にね食べないことがある、あるいは人の手からでは食べにくい子がいたりするわけですね。でそうするとどうするかっていうと、置き餌って言って部屋の中にボールパイソンを入れて、そのネズミを置いて暗くしたりとか静かにして自分のペースで食べるっていう給餌方法を好むヘビもいます。あるいは好むタイミングがあったりもします。冬とかだったら問題ないんだけど、夏とかだと置き餌をしたネズミが、ちょっと傷んじゃうことがあるわけです。だいたい置き餌って言ったら一般的に言われるあれで言うと、夜に餌をあげて食べない、じゃあ入れといてあげて次の朝確認しましょうと。次の日の朝そのネズミが残ってたら、一晩の間に傷んじゃってるから、もうそれは捨ててくださいねっていうふうにご案内することが多いです。冬であればね、環境によっては一晩傷まずにその夜の間いつ食べてもよかったりしますけど、夏は温度が上がったりするでしょ。でそういう熱帯夜とかに、でそういう時に普段だったら傷まないような温度やスピードでも置き餌したネズミが傷んじゃう。でその傷んだものを食べた時にお腹を壊してしまうっていうことがボールパイソンでもあるので、夏はちょっと置き餌をしたりとかっていうのはしないように気をつけてあげるといいんじゃないかなと思います。
あるいはたくさん飼われてる方は大量のネズミを解凍してで一匹一匹上げていくわけですけど、その時にあったかい場所とか日の当たる場所に置いたりするとやっぱりネズミが傷んでしまうので、そういうふうなことにならないように餌やりのねスタイルも少し見直して、健康な新鮮な安全な餌をあげるにはどうすればいいのかということを点検していただくといいんじゃないかなと思います。夏はねトラブルのお話もよく聞いたりするので、もう一度ボールパイソンと生きるこのリズムというか方法を点検して、ボールパイソンが健康に生きていくためにどうすればいいかなっていうのを、何をしてあげられるかなっていうのを考えていただければいいなと思っています。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの夏に気をつけてほしいこと3選お話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。